どうも、ベトナムから日本大阪へ一時帰国中の内津です。今日はね、このマグナ50のエンジン、シリンダーヘッドね、中華カム入れてるんで、これで問題がないかどうかね、こっちに仮組みしていきたいと思います。これね、中華カムというかデコンプカムってのがね、ついてるというか買ってしまったのがあって、こっち側か、ハイカム状態になってるんでね、ここのピストンと当たってしまうかどうかを、この粘土ですね、油粘土、これをねピストンの上にちっちゃく貼って、仮組みして回してみたらわかるっていうんでね、それをやってみたいと思います。ちなみにね、こっちに映ってるのは先日いただいた、中華エンジンですね。それのカムがねこっちに使えるんだったら、それをね使ってみようとも思ってたんですけど、ご完成はありませんでした。じゃあまずはピストンとシリンダーを入れていくんだな。これちょっと出てるガスケットはね、0.5 ミリほどの残して切るんだけども、うわ失敗したな。しかもこれつけちゃったんだ。一回抜くかい？ここはね 0.5 ミリほど残して切ります。どう切るのよこう持つかい。とりあえず切れたんでね、戻していきます。今回はね仮組みだけども、やっぱりグリスは塗っときましょうかね。ノックピンはありますね。ピストンもね掃除しておきました。インを上にして、よいしょとい。日本の掴むところがないこのクリップなんだこれは。向き変えるの大変やな。よいしょ。切れ目の位置をね向きを変えてました。今回はね仮組みなんで、ピストンリングもねここのゴムも入れないではめちゃいます。簡単に入るね。当たり前だけど。もういやー、こんなことばっかりやってんじゃん。もう壊しちゃうよ。入らないと思ったらチェーンだ。ちょうど今トップに来てんのかな。ここも見とこう。こっちね開けていくんですけども、その前にここのボルトだけ止めておきます。ここのボルトはねベトナムから持ってくるの忘れたんですが、先日向こうですね、ちょっと映ってんのかな、中華エンジンもらったんでね、それについてたボルトをねここにつけちゃいます。で外すんだ。今ちょうどトップに来てますね。1ミリぐらいずれてんの。一応1回転させようか。ぐるっと
L。トップです。これもねつけておきます。それでここにね粘土を貼るんですよ。とパーツクリーナーで脱脂をして油粘土ですね。ダイソーで買ってきたやつ。これぐらいでわかると思うんだけどな。もうちょい乗せるかい。で組んでいきます。このエンジンはねベトナムから持ってきたこのガスケットを使うつもりなんですが、ちょっと事前にねいろいろ確認をしてみると、前回仮組みに使ったガスケット、これがね厚みが 1.5 ミリぐらいあるんですよ。でこっちが 1.25 だったんで、とりあえず少しでもね、バルブをカムニじゃないや、バルブがピストンヘッドにね当たらないようにしたいんで、これで隙間がどうなってるのか確認していきます。それでヘッドを組み立てればいいのね。こいつ入れて、今度はねチェーンを挟まないようにします。とりあえずチェーンは挟んでないね。今後ね日本に、戻ってくる可能性というか回数がね多くなるんで、アストロプロダクツでね、トルクレンチも買ってきました。これがないとねトルクレンチをベトナムと日本行ったり来たりさせなきゃいけないんで、こいつを使っていきます。1キロでね締め込みです。今ここねピストンがトップに来てるんで、こいつはめていきます。これもねベトナムからコピー部品買ってきたんですが、ちょっと粗悪な感じですね。まあまあどうにかなるのかな。1個ずれてる。これでいける感じじゃないの。今ちょっと動いたけど、これでトップで位置 OK ですね。だから2回転させれば、圧縮上支点と配置上支点いけるはずです。これで今半回転、こっちは1回転。さあこれでね、ここさっきの粘土がどうなってるのか見ていきたいと思います。スムーズに回ったんでね、
バルブとピストンが当たってることはないと思うんですけどね。さあどうなってるかい。おお、まあまあしんどい感じかな。さあカメラでうまく映るかい。これ吸気はねちょっと当たってるだけでかなりゆとりがあるんだけど、排気側が当たってはいないね。こうやって切れば、でも1ミリぐらいは隙間はあるのかな。ちょっとね今カメラ周りの照明を落としてみました。それでここのところを見るんですけどね、今ここの出っ張りが1ミリあってうまく当てることはできなさそうだけども、こっから向こう側にかけてね1ミリぐらい、隙間というか間はありそうなんですよ。ただここのヘリがちょっと危ないのかな。まあまあこれでね、組んでエンジンかけることはできそうなんですけども、まあ今回この部品はね仮組みでしまっておく形にして、実際エンジンかけるのはね何かしら他の部品を探したいと思います。まあまあとりあえずね今日はここの確認ができたんでこれで終わりにします。それではまた。